食後の血糖値を下げる運動をやっていきます。まず、両足、上げていきます。交互に上げていきましょう。無理ない範囲でね、食後の血糖値を下げるために運動していきましょう。呼吸を止めないようにして、そんなにね、早く動かす必要ないです。ただ頑張れる人は、高く、呼吸を止めないようにしましょう。きつい人はね、これぐらい低くでも OK です。よし、OK です。そしたら次はですね、立ったまま、かかとの上げ下げしていきます。かかとの上げ下げです。上げ、下げ、上げ、下げ。見えますか？しっかり高く上げる、下げる、上げる、下げる。これ繰り返していきます。かかとを上げる、下げる。もしきつかったらね、こうやって僕みたいにどっか捕まりながらでもいいです。下げる、下げる。どうしてもね、お昼、夕方、夜、むくんでる方多いと思うんですが、もう血がね、下に溜まってますので、下半身、特にふくらはぎしっかり動かして、血流をね、良くしてあげて、食後の血糖値を下げるようにやっていきましょう。もう食後ね、すぐ激しい運動をお勧めしませんが、食後の血糖値を下げるっていう意味で、これぐらいのね、軽い運動めちゃめちゃおすすめです。そしてね、この動画を必ず見ながらやってください。そういうわけじゃないです。覚えてる種目があったらね、例えばこれだったら、待ち時間、例えばエレベーター待ってる間、誰も見てなかったらこうやってやったり、僕はしています。必ず動画を見ながらやらなきゃいけない。そんなことはありません。そして、毎食後、毎日必ずやらなきゃいけない。そんなこともありません。皆さんができる範囲で食後の血糖値を下げる運動としてやっていきましょう。よし、OK。そしたら次、もう、超簡単。スクワット。足肩幅より広め、ちょっと広めに開いて、つま先斜め45度。で、スクワット。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。椅子に座るイメージでスクワット。で、これぐらい本当に浅いスクワットでいいです。浅いスクワット。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。浅いスクワット。僕の名字は深いですが、このスクワットは浅めでいいです。浅いスクワットです。呼吸をまとめないようにしましょう。で、どうしてもね、こう、前に行っちゃうと、前ももに効いちゃいます。お尻に効かしたいので、後ろにお尻を引くイメージですね。お尻を引くイメージ。で、もしね、きつくなったら、サボりながらでいいです。こうやって、椅子座って休憩してもいいです。これ、うちのね、2歳の息子の椅子なんですが、こうやってサボりながら。で、またもう一回、やる。でもいいし、もうズボラストレッチの動画ね、完璧にやる必要ないです。週に1回でもいいですし、途中でサボりでもいいです。一生飛ばしてもいいです。皆さんができる範囲で、食後のね、血糖値を下げる運動として、この動画やっていきましょう。よし、OK。そしたら次はですね、手を前に出します。で、ももで、手、タッチ。ももっていうか膝ですね。膝で、タッチ。頑張れる人は、これぐらい高くしてほしいですが、そこまで上がらないって方はいいです。これぐらいで。タッチ、タッチ。で、これもね、手がきついよってしてたらいいです。手なしでも。これでもいいです。なるべく高く。で、早くやることが目的じゃないです。血糖値を下げる、食後の血糖値を下げる運動ですので、皆さんがね、無理ない範囲でやっていきましょう。多分ね、食後何分以内にこれやればいいのっていうふうに思う方いると思うんですが、まあ個人的には食後すぐでもいいと思うんですけど、あんま直後だとね、ちょっとお腹いっぱいかなと思いますので、まあ15分30分ぐらい空けてから、まあ1時間経過する間ぐらいにやれたら、個人的にはいいんじゃないかなと思います。まあただいいです。食後直後でもできる人は OK ですし、ちょっと1時間以内無理だよって方は、2時間以内でも皆さんができる範囲でいいです。ズボラストレッチはね、いつも言ってる通り、こうじゃなければいけない、意味がない、ダメだ、そんなことはありません。皆さんができる範囲で、週に1回でもね、食後の血糖値を下げる運動やっていきましょう。よし、OK です。ついてきてますか？次は手をこうやってお尻に置きます。で、かかとで手をタッチしていきます。かかとがね、手につかないって方いいです。こうやってできる範囲でもいいです。頑張れる方は、かかとをしっかり手にタッチ。全然余裕でやると人はこうやって飛びながらやってもいいです。まあ無理な範囲でやっていきましょう。こうね、血糖値の急上昇急下降、血糖値スパイクが気になる方は、ぜひこちらね、習慣化していただけると嬉しいです。まあ、くれぐれもね、3食すべての後に必ずこの動画やるんだみたいになると、気持ちが苦しくなってしまいますので、ズボラストレッチなので、皆さんができる範囲でね、やっていただければと思います。食後、もう血糖値が上がってすぐ眠くなっちゃうとかね、そういう方にもめちゃめちゃおすすめです。呼吸止めないようにしましょう。
そして、血糖値が病院で高いって言われた人しかこの動画やっちゃいけないわけじゃないです。単純にね、ダイエットしたいって方も、もう血糖値のコントロール、血糖値スパイクを防ぐ。これはもうダイエットにもめちゃめちゃ効果的なので、ぜひね、この食後の血糖値を下げる運動、習慣化していただければと思います。よし、OK です。次、手を後頭部で組みます。で、右肘で右膝タッチ。左肘で左膝タッチ。これ繰り返します。タッチ。タッチ。で、これ、できたら、真横でタッチしてほしいです。真横で。あんまり体の前でタッチじゃなくて、真横。真横。だいぶ、息上がってきてると思うんですけど、サボりでいいですからね。自分のペースで。呼吸を止めないようにしましょう。もしね、疲れたら、こうやって、一回手止めて、飲み物飲んでもらっても大丈夫です。僕が作ってるプロテイン、スマートタンパクの人工甘味料不使用になったミックスベリーをちょっと飲みます。もう人工甘味料不使用になったんですけど、もう十分甘さあるしめちゃめちゃ美味しいんで、おすすめです。もう日本人みんなね、血糖値だけじゃなくてタンパク質不足なので、僕は個人的には、日本人はみんなプロテイン飲んだ方がいいと思うんですが、人工甘味料とかね、気になる方が多いので、最近はスマートタンパク全種類を人工甘味料不使用にしました。よし、OK です。そしたら次は手を肩に添えましょう。このまま大きく肩回ししていきます。大きく肩回し。まず後ろ回しからしていきましょう。で、肩ね、ボキボキなるよって方は、ボキボキならない範囲でやってもいいんですが、痛みがなければ僕は大きく回しちゃっていいと思ってます。痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。で、これも早く回すっていうのも普段動かさない範囲で大きく回しましょう。ただね、あくまでこれ食後の血糖値下げる運動なので、激しくね、やりすぎて気持ち悪くなっちゃったなんて言ったら本末転倒なので、無理ない範囲でやっていきましょう。よし、じゃあ残りの30秒逆回ししていきます。簡単そうに見えてね、これだけでも十分息上がって、汗かいてくると思います。途中ね、サボりながら、もうこうやって椅子に座って休憩して、呼吸整える。そんな時間があってもいいし、一種目、丸々飛ばしてもいいです。皆さんがね、継続できるように、習慣ができるようにこの動画活用していただければと思います。よし、OK。次ちょっときつい種目いきますよ。サイドスクワット。手を前に合掌します。一歩横に出して、スクワット、戻る。一歩横に足出して、スクワット、戻る。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 で、この時ポイントは、つま先、斜め45度ぐらいですね。斜め45度ぐらい。で、先ほど同じく、後ろにお尻を引く。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。これね、結構きついんで、休みでいいですからね。よく、どれぐらいの運動すれば血糖値下がるんですかって質問も来るんですけど、もう正直人によります。僕は、例えば僕だったら、自転車を漕ぐっていうだけでも、眠くならなかったりするんですね。なので皆さんが、例えばこの動画をやれば眠くなくなるんだったらこの動画やればいいし、いや、なんかこんな完璧にやらなくてもこの動画の中の何種目かやるだけでも全然眠くならなくなるっていうんだったらそれでもいいです。こうしなきゃいけないっていうのはないので、皆さんがね、なんか都合よく続けられるのを見つけてもらいたいなと思います。OK です。次。手万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。手万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。万歳して、ギュッと寄せる。万歳して、ギュッと寄せる。万歳。万歳して、寄せる。万歳して、寄せる。万歳して、寄せる。万歳して。呼吸止めないようにしましょう。これはね、背中の筋肉使ってます。なるべく高さまで万歳して肩甲骨寄せながらギュッと寄せる。本当に休憩しながらやりましょう。僕ちなみにもうエアコンね、弱くつけたままやってます。室内でも十分熱中症になりますので、エアコンつけながら水分補給しながらで OK です。
これちなみにスマートタンパクシェイカーできました。8月中に発売予定です。万歳して寄せる、万歳して寄せる、よし OK。 次普通のスクワットしていきます。足肩幅よりもちょっと広め、こんぐらいですかね。でつま先斜め45度ぐらいに開いて、お尻を下げる、上げる、下げる、上げる。この時ポイント、つま先じゃない、ごめんなさい、膝が内側入らないでください。つま先と膝はしっかり外向いてる。で後ろに置いてある椅子に座るイメージ。前にこうつんのめんでくださいね。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。こっちの椅子の方が分かりやすいかな。よいしょ。こんな感じです。こんな感じで、きつかったらね、このまま休憩してもいいです。実際僕が結構きついです。そんなにね、撮影以外で激しい運動をしたりとかしてないので、皆さんもこんな感じでサボりながらね、自分が続けれるペースを見つけていただければと思います。呼吸は止めない。でこれね、食後の血糖値を、下げるってだけじゃなくてダイエットにも効果的なのでね、痩せたい人もぜひご活用いただければと思います。 OK。 ちょっと呼吸整えましょう。そしたら次、脇腹、脇の下のストレッチ。左右交互に手を上げていきます。ゆっくりでいいので、脇の下、脇腹が伸びるようになってくらいまで上げて戻す、上げて戻す。僕と同じスピードじゃなくていいです。ゆっくり自分のペースで。で斜め前に倒すっていうよりも、真横に倒した方が伸びます。真横に倒した方が伸びます。斜め前じゃなくて真横意識。もうなんならね、ちょっと斜め後ろぐらいでもいいと思います。ただね、どの方向が正解、こうじゃなきゃダメだっていうのはありませんので、できる範囲でね、やっていただければと思います。呼吸は止めないようにしましょう。きつかったらサボる。本当にね、毎日必ずやろうとしなくていいですからね。できる範囲で OK です。よし、OK です。次はですね、ワイドスクワットいきます。足肩幅よりも結構広め、これぐらい広めに開いたら、つま先斜め45度ワイドスクワットで、これもね、股関節の硬さとか人によって違うので開ける範囲でいいです。ただ膝が内に入んないように、膝がしっかり外を向いたまま、呼吸は止めない。後ろに置いてある椅子に座るイメージ。椅子に座る。こうなんかね、よくこんな緩くて効果あるのかって言われることもあるんですよ、このズボラストレッチが。効果ありますよ、実際。だって週に1回でもやってる人いるし、僕なんかこれをズボラストレッチ毎日やってるかって言ったら、この撮影の時とかね、ライブでやる時ぐらいですし、それでも実際こうやって僕3ヶ月で6キロ痩せてますから。なんかね、その短期間で痩せるとか、必ずダイエットに成功するって意味だったらもっと激しく追い込んだ方がいいですけど、僕は継続できないと皆さん何の意味もないと思ってます。このね、僕の釣ってるプロテインスマートタンパクにしちゃって、美味しくて安くないと続けられないし、運動だって、簡単できつくない、ストレスなく続けられる範囲じゃないと続けられないと思っています。OK。そしたら最後、深呼吸して呼吸整えましょう。ゆっくり自分のペースでいいです。深呼吸。そしてね、ここまでやった方、もう素晴らしい。全然ズボラじゃない。もう YouTube のデータって僕らの方で見えるんですけど、もう半分の方もね、完走しないんですよ。もう半分以下です。最後までやるなんで。なんでここまでやってる時点でもう全然ズボラじゃない。素晴らしいです。せっかくなんでね、初コメントです。初コメントの方は、初コメントです。最後までできましたとか、初コメントです。やってみましたとか、初コメントです。継続しますとかね。ぜひコメントいただければと思います。もう僕分かってるんですけど、絶対ね、普段からコメントして、Twitter もね、インスタも YouTube もコメントしたりとか DM で報告くれる方の方が絶対に継続できますので、ぜひね、ご自身が習慣化継続するためにコメント欄活用していただければと思います。そしてズボラストレッチのね、視聴者のズボラもう常連の皆さんは、初コメントの方見かけたらぜひ、コメントいいねをしてあげたりとか、一緒に頑張りましょうって声かけをしてあげてほしいです。コメント欄はね、ズボラの皆さんの交流の場になればいいと思ってます。ぜひ習慣化のために、コメントでね、できましたとかお待ちしてます。ぜひこれも3回チャレンジ、3日間だけでいいのでね、チャレンジしてもらえればと思います。3日連続じゃなくていいです。週に1回でできれば習慣化なんで、3週間かけて
3回やっても OK です。お疲れ様でした。コメントお待ちしております。